20万円のドローンが30億円の戦車を葬りました。比率にして約1万5000倍です。そのドローンの目に使われているのが、世界シェア 53% を握るソニーのイメージセンサーなんです。今日お話しするのは、この技術が台湾有事の計算式と膨らみ続ける防衛費の使われ方まで動かしている構造です。なぜ平和国家のはずの日本がここまで関わっているのでしょうか。では、構造を一緒に解剖していきます。チャンネル登録もぜひ。これは一回限りの珍しい出来事ではありません。ウクライナの戦場では、この構図が今も繰り返されているんです。数字で比べてみましょう。20万円と30億円。比率にすれば、およそ1万5000倍です。コンビニのおにぎり1個分の値段で、高級腕時計を壊しているようなものなんです。例えるなら、F1 マシンと自転車が同じコースを走るくらいの差なんです。普通に考えれば、おかしな話ですよね。しかもこのドローンは、1台破壊されても、すぐに次が飛んできます。量産できる側が、量産できない側を少しずつ削り続ける構造なんです。ところが、この構図を支えている部品の出所をたどると、ある国の名前にぶつかります。日本です。ドローンが暗闇の中でも、霧の中でも、敵の輪郭を捉えられるのは、目に当たる部分の性能によるものです。そのカメラには、必ずイメージセンサーという部品が使われています。イメージセンサーとは、レンズに入ってきた光を電気信号に変える半導体のことです。このイメージセンサーで世界シェア 53%、金額ベースで世界一を握っているのがソニーなんです。皆さんのスマートフォンのカメラに使われているのと、まさに同じ系統の技術です。しかも今のドローンは、敵の電波妨害をかわすために、通信の周波数を1秒間に何百回も切り替える技術まで使われています。妨害がどこを潰しても、ドローンはすぐ別の周波数に飛んで逃げてしまうわけです。ソニーはこのシェアを 60% まで伸ばす目標を掲げています。ところが、最近は中国メーカーの追い上げで、目標達成が数年遅れる見通しになっているんです。それでも 53% という数字自体は、2位以下を大きく引き離した数字なんです。そんな中、ソニーは2026年5月、台湾の TSMC と次世代イメージセンサーの開発で戦略的に提携すると発表しました。スマートフォンだけでなく、自動運転や AI ロボットにも対応する次の世代のセンサーを見据えた動きなんです。ソニーの半導体事業はすでに70年を超える歴史を持っています。世界初の CCD イメージセンサーも、世界初の積層型 CMOS イメージセンサーも、この会社が生み出してきたものなんです。皆さんのスマートフォンの中に、こんな歴史を持つ部品が入っているとは、想像していなかったかもしれません。さらに、無人機の基板には、コンデンサーや小型の半導体チップも欠かせません。ここにも、村田製作所やルネサスといった日本企業の名前が並ぶことになるんです。電源を安定させる部品も、信号を処理する部品も、どこかで日本製にぶつかる。そういう構造になっているわけです。ここでこう思った方もいるはずです。結局、日本は部品を売って儲けているだけの話だろうと。ところが日本は、ここからもう一歩踏み込んでいるんです。そもそも、日本の武器輸出のルールは、1967年に佐藤栄作内閣が定めた武器輸出三原則から始まっています。共産圏や紛争当事国への輸出を禁じ、事実上の全面禁輸が長く続いてきました。2014年、安倍内閣の下でこの原則は防衛装備移転三原則に置き換わりました。それでも救難輸送、警戒、監視、掃海という殺傷を目的としない5つの分野に限られていたんです。2022年、ロシアがウクライナへ侵攻すると、日本はウクライナへ防弾チョッキなどの装備を提供しました。2023年12月には、ライセンス生産品の完成品輸出が解禁されました。2024年3月には、
次期戦闘機の第三国への輸出にも条件付きで踏み込んだんです。そして2026年4月21日、政府は運用指針を改正し、この5類型の枠組み自体を撤廃したんです。つまり、戦闘機や護衛艦を含む完成品でも、協定を結んだ国へは原則として移転できるようになったということです。部品を売るだけの立場から、装備そのものの移転まで踏み込む。これは、戦後の日本が長く守ってきた一線を、自ら踏み越えたということなんです。ここまでの構造に、へーと思った方は、高評価で教えてください。でもこれで終わりじゃないんです。防衛費そのものも同じ方向に動いています。2026年度の防衛費は9兆353億円。史上初めて9兆円を超えました。防衛予算は2013年度から14年連続で前年度を上回り、12年連続で過去最大を更新しているんです。23年度からの5年間で、およそ43兆円規模を投じる防衛力整備計画の4年目にあたる金額です。その中でも、無人装備関連の予算は2773億円。過去3年の平均のおよそ2倍に増えているんです。予算が2倍になるというのは、毎年買っていた弁当を急に2個ずつ買い始めるくらいの変化です。それも1年だけではなく、何年も続けてのことなんです。このほか、敵の射程の外から攻撃するスタンドオフ防衛能力には9733億円。このうち301億円は音速の5倍以上で飛び、迎撃を難しくする極超音速誘導弾の取得に充てられています。臨的基盤の強化にも5814億円が投じられました。少子化で自衛官の採用そのものが難しくなっている現実への対応です。航空宇宙自衛隊への改編や無人機による防御網の構築もこの予算の中で進められているんです。ただ、この財源には戦後長く禁じ手とされてきた建設国債がおよそ6000億円活用されています。歳出のうち、米国製などの兵器の購入代金を分割で払う。いわば、兵器ローンの返済額はすでに半分を超えているんです。さらに2027年からは、所得税に 1% 上乗せする防衛増税も始まる予定なんです。ここにもう一つの動きが重なります。2026年6月、日本のテラドローンという企業が、ウクライナの迎撃ドローン企業2社を買収し、子会社化しました。この2社が開発しているのは、敵の自爆型ドローンを空中で撃ち落とす迎撃ドローンです。高価な迎撃ミサイルで安価な自爆ドローンを一発ずつ撃ち落とすのでは、守る側の方が先に経済的に行き詰まってしまいます。だからこそ、安く大量に飛ばせる迎撃ドローンに価値が出てくるわけです。テラドローンはオランダの子会社を通じて2社の株式の過半数を取得し、経営権を握りました。自爆型ドローンの性能は数ヶ月単位で上がっていくので、迎撃する側もそのいたちごっこに追いつかなければならないんです。このテラドローンは月産1000機体制を目指すと発表しています。3D プリンターを多用して製造コストを抑え、欧州にも防衛拠点を新設するなど、世界展開を急いでいるんです。主力となる迎撃ドローン、テラ A1 が1台およそ40万円。これまで数百万円規模とされていた無人機の脅威に、この価格で対処できることになるんです。ヨーロッパでもエストニアに新会社を設立して供給網を広げています。さてここで本当の構図を整理しておきます。値段の安い部品やドローンが値段の高い兵器体系そのものの効力を無力化していく。そしてその部品の上流を握る側は武器そのものを直接渡さなくても戦場の計算式に影響を与えられるようになるんです。個人的に私は日本がここで武器を売る国ではなく、部品の上流を握る国という別の種類の立場に動いていると見ています。数字で見るとこうです。防衛費9兆円。無人装備予算が2倍。撤廃された5類なら、点を一つずつ見ているうちは、政策の話にしか見えません。ですが線でつなぐと、
一つの方向を指しているんです。これは武器を持って前に出る力ではありません。部品と技術の供給をどこに開き、どこに閉じるか。その判断そのものが力になるという構造なんです。ところが、この構図をロシアよりも強く恐れている国があります。中国です。なぜ中国がそこまで恐れるのか。中国が台湾に手を出すには、必ず海を渡らなければならないからです。台湾海峡の幅はおよそ 130km。東京から名古屋に向かうくらいの距離を何千という上陸用の船で渡る必要があるんです。そして、船が海の上をゆっくり進んでいる間、それがどれほど無防備かという話になります。戦車には逃げ場があります。残骸の影にも森の中にも隠れられます。ところが、海の上の輸送船には隠れる場所が一つもないんです。広い海の真ん中で的になり続けるしかありません。真夜中に松明を持って歩いているのと同じで、離れたところからでもすぐに見つかってしまうわけです。数百キロ先からドローンに見つかれば、それで終わりです。そして、ここに日本の地理が関わってきます。沖縄からさらに南、与那国島から台湾まではわずか110キロほど。東京から熱海に行くくらいの距離なんです。この距離に長射程の無人機が並べば、台湾海峡のほぼ全域が射程に入ることになります。さて、ここでロシアの状況を改めて数字で見てみます。アメリカの戦略国際問題研究所 CSIS が2026年1月に新しい推計を公表しました。ロシア軍の死傷者は侵攻開始からおよそ120万人に達したとしているんです。このうち戦死者は27万5千人から32万5千人に上るとされています。CSIS は第二次世界大戦以降、主要な軍事大国がこれほどの人的損失を出した例はないとも指摘しているんです。朝鮮戦争でのアメリカ軍戦死者がおよそ5万7千人だったことと比べると、その規模がどれほど異常かわかります。正直に言うと、私はこの数字を見たとき、電卓を2度叩きましたよ。兵力を補うために受刑者を前線に送り、北朝鮮の部隊まで受け入れているとも報じられています。志願兵の死傷者の割合も年々増えていて、もはや職業軍人だけでは戦争を支えきれていないわけです。それだけの犠牲を払って、ロシアが得た領土はごくわずかにとどまっています。CSIS は、ウクライナ側の防御を高く評価しています。塹壕や対戦車障害物、ドローン、砲兵を組み合わせた終身防御を敷いているからです。その結果、人的損失の比率で2対1から 2.5 対1の優位を保っているというんです。これが安いドローンが高価な兵器体系を消耗させ続けるという構造の最も極端な結果なんです。そしてこの構造は海を渡らなければならない台湾海峡では地上戦よりもさらに不利に働きます。逃げ場のない海の上に消耗してもいいドローンの群れが押し寄せたら防ぎ切る手立てはほとんど残らないわけです。中国の軍事専門家自身がウクライナの戦況を研究すればするほどこの現実に気づいてしまうんです。ここで一つ歴史を振り返っておきます。2022年にロシアがウクライナへ侵攻した直後、世界の専門家の多くは2週間以内に首都が陥落すると予測していました。ところが、その予測は外れ続け、3年以上が過ぎても制圧は終わっていません。一度外れた予測は簡単には信頼できないものなんです。台湾国防部も2025年8月、中国軍が2035年までに軍の全面的な近代化を目指しているとの分析を公表しました。この分析は2027年説そのものが後ろにずれる可能性を示すものとして受け止められているんです。そしてもう一つの予測も今揺らぎ始めています。アメリカの国家情報長官室は2026年3月、年次の脅威評価を公表しました。そこには中国指導部が2027年までに台湾へ侵攻する計画を現時点では持っていないとの見方が明記されているんです。これは
2027年に何かが起きると言われ続けてきた予測が、また一つ後ろにずれたということなんです。ただし、固定した期限を持っていないというだけで、武力行使という選択そのものを捨てたわけではありません。予測がずれることと、リスクが消えることは同じ意味ではないんです。中国軍の内部では、ここ数年、幹部の更迭が相次いでいると、各国メディアが報じてきました。指導部にとっても、最も難しい海を越える作戦に踏み切るタイミングは、簡単には選べないというわけです。ちなみに、この報告書には、高市早苗首相の存立危機事態という発言への言及もありました。この発言が台湾の独立志向を強めることを中国側が懸念している可能性があると指摘しているんです。つまり、日本の発言一つも中国の計算式に影響を与える要素として扱われているということなんです。一方で中国は、この間も大規模な軍事演習を2回実施しました。抗日戦争勝利80周年を記念する式典と軍事パレードには、およそ4兆円をつぎ込んでいます。単なる恣意行為では済まない規模の支出なんです。安心していい話なのか、それともリスクが見えにくい形に姿を変えただけなのか、ここはまだ誰にも断言できません。ではこれは日本にとって何を意味するのでしょうか。日本は2025年度、防衛費を含む関連経費で GDP 比 2% という目標を当初の予定より2年早く達成しました。もともとこの 2% 目標は2022年度の名目 GDP560 兆円を基準に計算されたものでした。ところが物価上昇や経済成長で2026年度の名目 GDP は692兆円ほどに膨らむと見込まれています。同じ 2% でも基準が変われば必要な予算額は11兆円から14兆円規模に膨らむことになるんです。アメリカのヘグセス国防長官も2026年5月末発言しています。日本を含むアジアの同盟国に GDP 比 5% への引き上げを求めたんです。2026年度の無人装備予算は2773億円。過去3年の平均のおよそ2倍です。ソニーのイメージセンサーの世界シェアは 53%。これらはもう、抽象的な安全保障の話ではなく、税金の使われ方そのものとして、私たちの生活の延長線上にあるんです。ただし、この優位がこのまま続くとは限りません。サムスン電子もイメージセンサーで追い上げを強めています。ソニー自身、シェア 60% という目標の達成が数年遅れる見通しを認めているんです。今の強さは永遠に図唱されたものではないんです。ロシアの軍事力が削られ、中国の野心がくじかれる。そうなれば、東アジアで大きな戦争が起きるリスクは短期的には下がる方向に向かうんです。リスクが下がれば、エネルギー価格も貿易も落ち着いてきます。それは回り回って、皆さんの電気代やガス代にまで響いてくる話なんです。ただし、これは投資の助言ではありませんから、最後はご自身の判断で、ということは申し添えておきます。ここまで見てきたソニーのセンサーも、テラドローンの迎撃機も、防衛費の数字も、一つ一つは別の出来事に見えます。ですが全部つなげると、同じ方向を指しているんです。この話が解決できない根本的な問題は、安い武器か高い武器かという話ではありません。武器を直接持たずに、部品と技術の供給権で戦場の計算式を動かせるかどうか。それこそが、戦後の日本が静かに育ててきた、もう一つの種類の力なんです。20万円のドローンが30億円の戦車を葬りました。その裏側には、誰も気づかないところで積み上げられてきた、もう一つの日本の姿があったわけです。テクノロジーとお金の流れだけを見ても、安全保障の地図は静かに書き換わり続けているんです。皆さんはこの流れをどう見るでしょうか？コメントで教えてください。チャンネル登録もぜひお願いします。